こんにちは。日めくりマンドリン、本日はですね、3度と6度を取り上げていきたいと思います。いわゆるポップスでいうところの、ハモリの回ということですね。そのメロディーとそのハモリをどうやってこう綺麗に響かせるかとかですね。ちょっとそういうお話だと思います。で、まず最初に3度とか6度ってなんだっけと言ったところから話を始めようかなと思うので、ちょっともうよく知ってるよという人はそこは飛ばしていただければと思いますが、何度っていうのはですね、このいわゆる2つの音の関係で音の違いですね。音がどのくらいこう離れてるか、音程がどのくらい離れてるかっていったことを表すのがこう何度っていったところです。で、例えば、ドレミファソラシドでいうところのドとドっていう同じ音っていうのは1度の関係で、ドとレっていうのが2度の関係、ドとミっていうのが3度の関係ですね。ここで3度が出てくる。それからドとファ、ドとソっていうのが4度5度ときて、ドとラっていうのがこう6度の関係というふうになって、オクターブになるとドとドが8度っていうことになるんですけども、この音の離れ方っていうのが何度と表されるもので、それの3度と6度で、この3度っていうのはですね、いわゆるすごくメジャーなその和音、ドミソってやつですよね。の中に、このドとミとの関係、ミとソの関係っていうのが、この3度であるというところです。この3度っていうのも、長3度、短3度って言って、こう半音が、含まれないその全音同士の、関係で、の時のその3度と、半音が含まれる、例えばドミっていうこの時が長3度、それから短3度っていうのはそこが半音低い、時が短3度っていうのはありますけども、いずれにしろこの和音の中でドミソっていうのを構成されるのがこの3度だというところです。なので、すごくよく出てくる音の関係、もしくはそのハモリっていった意味ではですね、すごく相性のいい音の関係になるというところです。で、6度はじゃあ何かというと、6度っていうのは、その、3度の関係をそのまま展開した場合に出てくる音、つまり、ドとミという音があったときに、このミの音っていうのをオクターブ下げるって、ミとドというのがミファソラシド。ここが6度の関係になってきます。なので、この6度の和音っていうのも、結局はこの3和音の中で3度として構成された音の関係をそのまま、展開したものだというところなので、基本的にはやっぱりその和音に構成されてる音ということなので、このハモリといった意味ではですね、すごくその相性のいい、ものになってくるのかなというふうに思います。で、今回はこの3度と6度の、ワルツというもので、それが中心にこうできている曲だというところです。で、重要なところとして、今日取り上げたいのはそのメロディーが何かっていうのをきちんと把握して、で、そのメロディーである主旋律と副旋律、ハモリですね、というのを、きちんとその関係を把握して演奏するっていったところを取り上げたいなと思います。で、やっぱりそれっていうのがこうすごく重要になると思うんですけども、じゃあまずそもそもこういう曲を見た時にどれがメロディーかっていうのをまず最初に把握する必要がありますと。で、この曲も聴いていただいて、もしくは見ていただいてもすぐにはパッとわかるんじゃないかなとは思いますけども、いわゆるそれで言うとですね、人間の、脳波っていうんでしょうかね。その一番上の音っていうのをが一番よく聞こえやすいといったことはあります。で、そういったことからもやっぱり上にメロディーが来て、それを3度下で、支える、副旋律で支えるっていうことは、すごくよくあることかなと思いますし、この曲も基本的には上がメロディーで、下がそのハモリになるというところにはなります。で、ただとはいえ、必ずしもそうだとは、やっぱり限らないというところですね。なので、きちんとちょっとその曲を見た上で、こう、
今回明らかに片方が主旋律、片方が副旋律になってますけども、ちょっとその関係っていうのがどうなのかっていうのもやっぱり明確にしておくっていうのが重要だというところです。で、これはもっと複雑なポリフォニックとかでもそうで、いわゆるその対旋律、バッハみたいなですね、2つの独立したこうメロディーが流れてるのか、もしくは片方が主旋律で、もう片方が、副旋律でそれを引き立てる役割を果たしているのか、この辺りっていうのは、それによってですね、その演奏する時の意識っていうのも当然違ってくるというところがありますので、まず最初に認識しておくことかなと思います。で、これ現代音楽とかでももうどれでも基本的にポリフォニックな、音楽の中ではそうで、で、例えば千の音楽っていうので有名な近藤丈先生っていう現代音楽の作曲家の方いらっしゃいますけれども、近藤先生の楽曲でマンドリンソロで早春にっていうのがあって、先日私もちょっと YouTube で演奏したのを上げてるので、もしよければ聞いてもらえると嬉しいんですが、そういうのでもですね、同じで、もしかしたら聞き慣れないとパッと聞いた感じで音がすごくランダムに置かれてるように聞こえるかもしれないんですけども、きちんとその中にはですね、そういう曲でも主旋律っていうものがあって、それと副旋律みたいな形で影の音というのが出てくるので、やっぱりそこの把握は重要ですと。で、実際にこれはちょっとそれにまつわる話としてちょっと余談にもなるかもしれないんですけど、私近藤先生に一回近藤先生の曲早春にだったと思うんですけどを、見てもらったことがあって、その時にやっぱり2つの音っていうか旋律ですかねっていうのが出てくる場面で、近藤先生から今どっちを歌ってますかというふうな質問をされたことがあって、こっちですと、こっちを歌ってますという話をしたら、じゃあそれがもっと分かるように弾くといいですねというようなことをアドバイスいただいたことがあってっていう、やっぱりそういうもっと現代音楽的で分かりづらいという言い方がちょっといいのか分かんないですけども、ものであってもやっぱりきちんとこの主旋律といったものはきちんとこの主旋律を歌って、でこっちは副旋律なんだと、それを把握するっていうのが重要だという意味では、別にそれがバロックであろうが何であろうがやっぱり同じだといったところです。で、じゃあ今回の場合に、例えばじゃあもしですねこれがどっちがどういうメロディーなのかわからないっていう時に、ちょっとどうしたらいいかといったところをちょっと話をしたいと思います。でその時はまずはですね、もう両方、まずは分けて弾いてみるっていうのがまず一番いいところかなと思います。つまり例えば上の音ですねで言うと、ですね、これが上の音。明らかにやっぱこれはもうメロディーっぽいのに対して、これ下を聞いてみると、っていう風になっていて、明らかにこのなんていうんですかね、音の跳躍としても狭いし、脈絡としてもですね、やっぱり明らかに上の音がメロディーだし、下の方がそれの副旋律だということは、ちょっとわかるかなというふうに思います。で、これがメロディーがどちらかというのをそういった形で把握したとして、この時に重要なのが、マンドリンっていう楽器、いろんな楽器でそうだと思うんですけども、そのまま弾けば音が鳴ってしまう楽器だということがあって、結構もう分かると何も考えずに弾けてしまうので、何も考えずに弾きがちになってしまうんですけど、その時にやっぱりメロディーを歌うんだけれども、きちんと副旋律も把握しておくということがすごく重要になってくると思います。で、きちんとメロディーを
主旋律として、歌いながらやっぱりその中でですねきちんと副旋律が、少なくとも聴けてる、自分の中で理解しているその副旋律で聴けてるっていうのも大事ですし、やっぱりそのメロディーに合わせてその意味ではやっぱりこう引き立てながら歌うっていうのも同時に重要になってくるので、そこをきちんと下の音っていうのも把握するっていうのは重要なところかと思います。上と比べると、メロディーじゃないんでちょっと覚えづらいところはあるかと思うんですけれども、何も考えずに、弾くんではなくてちゃんと把握するといった、ところが重要だというところですね。で、あとはですね、ちょっとこの曲に関して少しちょっと、アドバイス的に、あげるとするとといったところでちょっとお話をしたいんですが、ワルツというところなので、このワルツのリズムを感じて弾くと良いですよというところがまず1点目あるかと思います。でワルツってご存知のようにブンパッパブンパッパってやつですね。ウィーンのシュトラウスとかで有名なブンパッパブンパッパブンパッパっていう、そのリズム、踊りのリズムっていうのを、ここはもう明確に3度のと6度のワルツっていう風にもう曲名に入ってるくらいなので、やっぱり感じるといいと。でそれはじゃあそこの和音は、その伴奏っていうのはこの曲の中ではないんだけれども、メロディーを弾くときにどう意識するかっていうところで言うと、やっぱり同じようにこのブンパッパブンパッパってこの音の出る発声のタイミングっていうのをダーティヤですね。だからブンパッパブンパッブンパッパっていうブンパッパブンパッダーンダダティヤダティヤダダダっていうところにこうちゃんとブンブンっていうこの音のなんていうんですかね、発声のタイミングっていうのが出る。でソラソなのでそこでソラソミレドシラじゃない、ソラソミレドシラソソラっていうちゃんとここからブンと持ち上げるような力が働いてるっていうのが、メロディーの中でも重要かなと思います。あとはですね、3度の押さえ方とか6度の押さえ方、3度に関しては別の動画で過去にですね2回取り上げてるので、ちょっとそちらを見ていただければと思います。リンクを貼ってるので、ちょっと気になる方は、そこで貼りますので見てください。で、6度っていうのもですね結構便利な和音というかになるので、こういうやつですねとか、こういうこの形っていうのも、指としても、きちんと覚えておくというのは、便利かなというふうには思います。それから、この曲ですね、11小節目とかで出てくる、これちょっとヘミオラっぽいところが出てきますのでねというところだけ最後にちょっとお話をしようと思いますが、ヘミオラっていうのは3拍子の曲とかでその2小節っていうのをまとめて、で3つの拍に分けるで大きな、3拍子にするっていうそのことを言うんですけど、例えばつまりブンパッパブンパッパっていうのがある中でブンパッパブンブンブンっていう123123っていうところですね。でこれもちろんこのメロディーだけで100% ヘミオラですっていうほどのものでもないので、ヘミオラっぽいっていう言い方をしてるんですけど、で今回ちょっとここだけですね念のため坪井さんに確認しようかなと思って、坪井さんにヘミオラって考えていいですかって聞いたらいいですよということでしたので、ヘミオラですというふうに言っとこうかなと思います。でただもっともその伴奏の付け方でブンパッパブンパッパっていうふうにその前と同じようにですね伴奏がついていれば、それはそのままのワルツがそのまま継続しているというふうに考えるべきだと思いますし、これが伴奏がやっぱりついていてブンパッパブンパッパブン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 っていう
伴奏がついていればもうこれはもう明確にじゃあヘミオラですねというところになるかと思います。でこのいわゆるこのヘミオラだから何なんだっていうところなんですけど、やっぱりこうそこの面白さっていうのはこの、リズムがブンパッパブンパッパブンブンブンっていうこうその大きな三角形になる、ちょっとこうドゥッタッタッドゥッタッタッディガダッタカタッタカタッズンドゥッタッズンダッタっていう、そのリズムのちょっと妙っていうのを、聞かせるべきかなっていうことが一つと、あとは先ほどのちょっと発声に関連するところで、ダダダディヤダダリラ、そのワルツのそのブンパッパブンパッパっていうこのまんま同じエネルギーの出し方で歌うとディダダディレダダリラデダってリダっていうふうにメロディーがなるんですけど、これがそうじゃなくてヘミオラだとするとディーラリダダダダイラダイラダイラディンっていうふうになるというところで、そのどちらだっけってどちらの方が面白いかっていうところですね。で個人的にはここっていうのはその何かこう葉っぱがヒラヒラヒラって落ちるようなディーラリダダでヒラヒラヒラっていう面白さがあるといいかなと思ってるので、その意味ではなんていうかこう音がダリラダリラダリラというよりはヒラダンダンブランバンバンふわふわふわヒラヒラヒラっていう感じが出ると面白いんじゃないかなと思って、その意味でもこのリズムは意識するといいかなと思ってます。例えばごめんなさい。なんでパですね。で一つ。でこれがワルツ的にタレタタレじゃない、タレタタレタじゃないっていうことですね。っていうバララバララバララディラリララっていう、なのでこういうその直接的なアドバイスで変えると、これ8分音符の始まりをちょっと少しずつダイラダイラダイラっていうのがいいかなと思います。というところですね。今日はというわけで、3度と6度に関してちょっとお話をしました。もうすぐこの、日めくりマンドリンもですね20曲目までが、やっと終わりますのでですね、次、残り10曲をそろそろもう坪井さんにいただいているのをですねちょっと公開していこうかなと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。